こんにちは、バーケンです。私と妻は 400km 離れた空き家を相続してしまい、ただいま絶賛片付け中です。今回は妻が山のような不要品と格闘しながら倉庫に移動しまくる奮闘記の第4弾をお届けします。一方、同じ時間にすぐ近くの畑でバーケンはユンボと格闘していました。実はこの畑、譲渡する条件が畑の整地だったんです。業者に頼むお金はすでになくなり、そこでユンボをレンタルして自力で整地することにしました。ユンボに乗るのはもちろん初めてです。果たして300坪の畑を2日間で整地することはできるのでしょうか。ユンボの畑整地動画は2本の動画で完結しているので、ぜひご覧ください。大きな木製の箱の中には大量の布団が入っています。5年以上ここにあると思います。お客さんなんて来ないのに、ため込み症の父は捨てれません。実の息子でもこの布団では寝たくないです。編集しているだけなのに体が痒くなりました。ちなみに布団には切り裂き層って書いてありました。これ偽名です。父は倹約家で中古品を扱うお店が大好き。そこで安く入手したに違いないんです。ますます体が痒くなってきました。ここに大きなガラスの板がありますが、すでに捨てた木製の机のガラス部分です。いずれは捨てますが、きれいに割れそうもないのでここに置きっぱなしです。変なものばっかりただ同然で手に入れて喜んでいた父ですが、おかげで私たちに残されたのはこの片付け地獄です。8倍速で再生していますが、この箱、まるでドラえもんの4次元ポケット。出しても出しても布団が出てきます。ここには家の中なのに木の板があります。車に草刈り機を乗せるためのものです。家の外に置いておくとなくなると困るので、家の中に置いています。簡単な自己紹介です。遠く離れた土地を相続し、そこから始まった私の挑戦を皆さんにも共有したいと思います。未知の作業にも果敢に挑む姿をぜひご覧ください。さて、これから座布団がいっぱい出てきます。昔の家ってこれが普通ですか？私の父は異常者ですか？もしかしてバーケンも異常者ですか？すいません、これだけでした。9枚かな。収穫少なかったです。この箱に入っていたのが9枚だっただけで、他の部屋にも座布団は大量にあります。この後紐が外れます。紐は座布団の真ん中ではなく、角の方で結んだ方が良いです。妻は朝から晩まで一人で作業していて、疲れて頭が回らなくなっているに違いありません。そうそう、今妻が結んでいる角っこで結ぶと良いでしょう。妻も分かっているんです。さて、大きな木箱を移動しますが、その前にハプニング。これは面白いです。古い家のせいなのか、人が住んでいないせいなのか、地震のせいなのか不明ですが、扉が動きません。無理やりぶつかって壊してみましょうか。もうダメ。
これは大きな木箱の蓋の部分です。木箱は見た目より軽いみたいです。軽くてよかったのですが、重たい木箱だった方が YouTube 的には面白いのになって思う時点で、バーケンはやっぱり頭がおかしいと思います。次は隣の部屋を片付けます。こんな状態になっています。あのロッカーに猟銃が入ってなければいいのですが、相続初期の頃に猟銃がベッドの下に6丁も隠されていたので、警察に呼び出されました。警察に行く時間がもったいないんです。画面奥のチェックのカーテンの後ろが非常に面白いことになっていますが、それはまた次回以降です。この壺には梅干しは入っていません。それと、この黒い箱にも大量の布団が入っています。この鉄パイプ、片付けの際に邪魔だったと妻が言っていました。父はこの単管パイプが大好きで、こればっかりいろんな土地に埋まっていて、業者や自分たちで必死に抜いてきました。単管パイプはもううんざりです。目の前の何もないところですが、本当は畑なんですが、父が何かを埋めて盛り土になっています。実家の片付けは後回し、そのうち重機で片付けます。布団の積み方がとても上手ですね。一輪車を水平に運ぶ技術も素晴らしいです。妻のスキルがぐんぐん磨かれているんだなって感じます。3個乗りました。なんとか運んでいます。そしてワンちゃん忘れた頃に登場。倉庫は2日間の最後にこういう状態になりました。ご視聴ありがとうございました。